こんにちは。花岡博士のバイオリンスクールです。今回は音についてという大きなテーマを取り上げてみたいと思います。バイオリンを弾く人であれば誰もが良い音を追求すると思います。でも良い音とはどんな音でしょうか？良い音の目指すところはどこなのでしょうか？これには価値観の違い、流派の違いなどもありますから、今回はあくまでもジェラール・プーレ先生が目指す音とそのための具体的な技術についてお話しします。これまで姿勢や右手の使い方、左手の押さえ方など様々なテーマを取り上げてきましたが、今までの全てのテクニックの目的はこの音を追求するためなんです。プーレ先生はインタビューで、メタリックな音で弾いている今のバイオリニストたちに太陽に照らされた果実のようなみずみずしくて温かい音色を伝えたいというお話をされていましたが、これを見たときプーレ先生の音を表すのにこの上ない言葉だと思いました。そして先生がよくおっしゃっているのが酸素をたくさん含んだ音です。これはとても感覚的ですが、腕の中、体の中、そして弓の毛に空気をたくさん含んで弾いているようなイメージです。先生の出す音は時に管楽器の音のように聞こえることもあります。人を驚かせるような大きな音が良い音だと思っている人も多いですが、決してそうではありません。このような音を作る上で精神的な影響はもちろん大きいのですが、身体的に必要なものは柔らかさを獲得すること、硬さを取ること、これにつきます。多くのバイオリニストが体の硬さを持って弾いています。私も少しレッスンを受けないと硬さが再発していることがあるので、今でもレッスンを受け続けています。バイオリンを弾くことに心地よさが感じられないときは、まずこの硬さを疑ってみてください。音の魅力、音楽の魅力は柔らかさから生まれます。まずは音楽ができる音を作るために柔らかさを習得しましょう。それではプーレ先生の言う酸素をたくさん含んだ音とはどんな音か、空気を入れた音と押さえつけた音を比べてみましょう。空気を含んだ音を出すときに私がしていることは、意識を遠く高いところに持っていくことです。このことを耳を高くするといろんな先生が言っているのですが、実際は目線を高くして周りの空間を意識することで、自分の体や楽器から離れた遠く広い空間に音を響かせている感覚を得ることができます。音の出るところだけを意識して弾くと、ただの音以外の何物でもない無機質な音になってしまいますね。耳を高くすることで自然と体が動いたり、ビブラートが柔らかくなったり、右手の手首が高くなって弓の圧力が減るなど、さまざまな変化が起こります。これは一つ一つの動きをやろうとしてやっているわけではなくて、
意識を高いところに持っていくというたった一つのことをするだけで体が反応するんです。静かなところは空気を入れて引くことが比較的自然にできるかもしれませんが、たとえコンフォルツァ、力を込めてと書いてあったとしても、空気を入れて引くことを忘れてはいけません。音に空気を入れるという感覚がつかめましたでしょうか。これまでの私の経験から、硬い音を改善するためには柔らかい音を耳から入れることが一番効果的だと実感しています。私の場合、可能な限りプーレ先生のコンサートを聴きに行き、初めのうちは人のレッスンも全て聴講していたほどで、自分のレッスンの録音も何度も聞き返して、自分の音と先生の音の違いを自らに思い知らせるということもしていました。例えばコンサートで良い音を聞いたら、その日のうちに再現しなければ、次の日にはまた硬さが戻ってきていると思います。この感覚の記憶は生ものですので、鮮度の期限は半日ほどです。毎日コンサートに行くことは難しいですが、録音でもある程度この効果を得ることができますので、ぜひやってみてください。柔らかい音を出す方法を知った上で、耳からの印象が残っているうちに楽器を弾くと、柔らかい音を出せる体の状態になっているので、自然と音が変わるはずです。むしろ柔らかい音の記憶が体に満ちている状態では、硬い音を出す方が難しいというくらいになります。それでは技術的には具体的にどうすればいいのかということを説明していきます。これまでの動画でも説明してきたことが、実は全てここにつながってくるのです。それらが音を手に入れることにどのように結びつくのかというところに焦点を当てて、より詳しくお話ししていきたいと思います。柔らかさを習得するといっても、関節をくねくね柔らかくするということではありません。音を締め付けずに、音が自由になる余地を与える体の使い方をするということです。この柔らかさのために前提として必要になってくる基礎が、ボーイングの動画でも言っている動きの水平さです。垂直な動きというのは行き止まりなので、どうしても硬さや苦しさが出てきてしまうんです。時には垂直な動きに見えるかもしれませんが、それは実は垂直ではないんです。この動きだと考えてみてください。垂直だと動きが止まってしまいますが、この動きという水平さを与えることで響きを止めずに弾くことができます。なのでバイオリンを弾く上で、垂直な動きの感覚は排除するべきだということを覚えておきましょう。続いては右手を水平に動かす意識についてのお話をしたいと思います。皆さんは速いパッセージを弾くときに難しさや苦しさを感じることはありませんか？難しいパッセージでは特に知らず知らずのうちにアクセントがついてしまう人をよく見かけますが、垂直なアクセントがついてしまうと豊かな響きが止まってしまい、それによって音楽を壊すことになります。楽譜にはアクセントがついていないにもかかわらず、鋭いアクセントが聞こえてしまうときには、弓の先を使って常に水平な動きを意識することで解決することがあります。このような難しいパッセージほど水平さが大切になってきます。また、たとえ楽譜にアクセントがついていたとしても、決して硬い音になってはいけません。アクセントには作曲家によってもいろいろな種類がありますが、アクセントを見たら反射的に力を入れてしまう習慣のある方が多いので、
その問題を取り上げてみたいと思います。例えばこんな感じです。このようなアクセントでは狭い音楽になってしまいますね。垂直なきついアクセントでは音楽の表現を損なってしまう場合があるので、アクセントには大きく分けて2種類の付け方があることを知っておくことが重要です。速い曲でリズムを強調したいアクセントには指のスピードや重さで作る、例えばナイキのマークのような鋭いアクセントをつけますが、ゆっくりな歌う旋律で表情をつけるためのアクセントにはビブラートで作る水平なアクセントというものがあって、それを使います。もちろんゆっくりでありながらも鋭いアクセントが要求されることもありますので、鋭い内置型と水平なアクセントの2種類があるということを覚えておいてもらえれば良いと思います。それではビブラートで作る水平なアクセントというのを今から弾いてみます。左手でつけるアクセントではこのようなエスプレッシブな表現ができるんです。音の柔らかさを得るために以前手の回転を使うということをご説明しましたが、それによって音がどう変わるのかというところをご自身の耳で聞き比べていただきたいと思います。まず先を使う場合は先に行くにつれて手首を内側に回転させるんでしたね。でも弓の真ん中と同じ手の形のまま弾いてしまうと手首が曲がって腕からの重さが弓まで届く前に手首で止まってしまい、詰まった音になってしまいます。次に手首を内側に回転させて人差し指を深くしてみます。これが正しいフォームですね。苦しさがなくなって音に奥行きが出たのが感じられますか？今度は弓の元を使う場合です。弓の元では先の時とは反対に手首を外側に回転させるんでしたね。手首を外側に回転させない弾き方で弾くと人差し指で押さえつけてしまい、硬くて汚い音になってしまいます。手首を回転させて人差し指を浅くしたフォームにしてみましょう。どうでしょうか？音の豊かさと柔らかさが違いますよね。実はプーレ先生も最初からこのような弾き方をされていたわけではなく、18歳でパガニーニコンクールに優勝された時も右肘を低く構えて弾くフランス派と言われるスタイルだったのですが、その後人生の師となるシェリングに出会って、その奏法では今後の成長は見込めないと言われたそうです。そしてシェリングの師匠であるあの音階で有名なカール・フレッシュ派の右肘を高くして空気を入れて弾く弾き方を伝授されたということなのですが、それを習得するには当時のプーレ先生でも5年ほどかかったそうです。そしてシェリングに師事した期間は15年ということですから、私もいつまでもレッスンを受け続けなくてはいけないと思っています。弓は落とすものということも以前ご紹介しましたが、説明よりもまず弓を握っている時と落とした時の音の違いを感じていただきたいと思います。落とすとはつまり力ではなく重さで弾くということなので、完全に脱力している状態になります。弓をしっかり握った弾き方は、次は
手の力を抜いて弓を落とした弾き方です。響きが全然違いますよね。音の柔らかさは体の柔らかさと直結するんです。弓を強く握っていると響きが止まってしまいます。たとえフォルテであったとしても強くではなく、柔らかさのみによって得られる大きな響きを持って音を出すという感覚がつかめるといいですね。まず弓を落とすというのはどういうことかというと、その言葉の通りでこのように本当に落としているんです。人差し指は落とした後に重さを乗せるために使いますが、実際の演奏中も落とすまでは本当に添えているだけなんです。弓を握ったままだと自然の重力を使うことができないので、自分で弓を弦に押し付けて弾く人工的な弾き方になります。ただ脱力というのは目に見えないものなので、できているかどうかが自分ではわからないということもあると思います。そこで弓を落とすという感覚を理解するために、弓の元と先で強制的に弓を握れなくする練習方法をご紹介したいと思います。まずは元の時です。曲の中でダウンで始まる和音やフォルテの音が出てきたら、人差し指を離して小指を弓の上から側面に落とした状態で弾いてみてください。そうすると力を入れることができないので、強制的に落とす状態になります。弓を握った状態で弾いてしまうとどうなるでしょうか。弓を落とした時と比べると音が硬くなって響きが止まって聞こえますね。落とすというテクニックは脱力なしには不可能なんです。次は弓先で弓を握らない方法です。弓の真ん中から先で弾くときは小指を離してみましょう。小指をつけて弓を持っている時に比べると脱力できている音になるのがわかるでしょうか。弓を握って力でコントロールするのではなく、自然の物理に任せて響かせている感覚が、その余地が何とも心地よいのです。自然に逆らって無理なことをしようとするとうまくいきません。今ご紹介した練習は重力を理解してそれを操ることを教えてくれます。音の価値観を表しているプーレ先生の言葉でぜひお伝えしたいのがにっこりです。ある日の公開レッスンの時、真剣な顔をして曲を弾き終わった生徒に先生が一言「にっこり、皆さんにっこり」と言いました。想像してみてください。にっこりと言われただけで精神的にも肉体的にも解きほぐされて音が変化するのがわかると思います。にっこりによって音の魅力が生まれるんです。自然に微笑みたくなるような心地よさや引きつけられる魅力を感じて幸せになる音、そんな音を出すために練習をしているということを忘れないようにしたいですね。今度は左手についてです。左手の練習では指を強くすることや音程を正確に取ることなどに気が取られてしまって、左手を柔らかくするために練習をしているという意識を持っている人は少ないかもしれませんね。左手を柔らかくすることは技術的なメリットがあるだけではなくて、柔らかい音質のためにもなくてはならない重要な要素です。
この左手なしには右手がどんなに柔らかくても柔らかい音を出すことはできません。ビブラートやポジション移動、さまざまな音階練習など全ての左手の練習の目的を柔らかさを獲得することだと思ってみてください。想像しただけでも練習の価値観が変わってくると思いませんか？柔らかい左手のために押さえ方で気をつけることは、指先ではなく肉の厚い柔らかいところで押さえる、そして親指を深くするでしたね。この押さえ方でないと幅広くて豊かなビブラートをかけることはできないんです。ビブラートは響きを増やすので、特に腕からかける幅の広いビブラートを入れることは音の硬さを取り除いて広く響かせるために大いに役立ちます。酸素をたくさん含んだ音のためにはフォルテであってもピアノであっても常に広さが必要です。酸素を含まない狭い響きは音量が大きくてもそれは気持ち的にはフォルテとは言えません。目指すのは柔らかくて広いフォルテです。フォルテは音量を大きくするんじゃない、大きく見せればいいとプーレ先生はよくおっしゃっています。それでは狭くて強い音と広くて大きな響きを比べてみましょう。音のイメージの違いは分かりましたでしょうか？左手の技術的には親指も浅く、指先で押さえた場合の力の入った狭いビブラートと、親指も押さえる指も深くした柔らかくて広いビブラートの違いになります。もう少し弾いてみましょう。ビブラートによって左手の重さが増してよりしっかり押さえられるので、力を入れなくてもエネルギーが出てきますね。特に硬さの出やすい和音を弾くときには弓を握らない弾き方に比べて無理に同時に弾かず、自然なアルペジオでビブラートをたくさんかけて弾くと驚くほど楽になります。まず力の入ったビブラートに乏しい弾き方で弾いてみます。今度は無理のないボーイングで豊かなビブラートをかけて弾いてみます。響きの広さの違いが伝わったでしょうか？右手のボーイングに酸素をたくさん含ませるのと同じように、ビブラートは左手に空気を入れる技術なんです。プーレ先生はインタビューで、その人が奏でてくれる音楽によってみんなにどのくらい良いものをプレゼントしてくれるか、それは具体的には音の質であったりしますということをお話しされています。音程とリズムの正確さや正しい様式感だけでは聴いている人の心を満たすには至りません。テクニックと知識を持った上で決定的に必要なものは音の質なのです。いつかレッスンを聴講した時にも、あなたの音を聞いてもありがとうという気持ちにならないとおっしゃっていたのをよく覚えています。難しい曲を弾くテクニック以前に音の質というものがどれほど重要で演奏にとって本質的なものであるかということがわかる言葉ですよね。普段の練習に行き詰まりや苦しさを感じている方もいらっしゃると思いますが、今回の動画が練習の目的を見直すきっかけになれば嬉しく思います。